皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は4月上旬です。3月10日に越冬場から養蜂場に巣箱を移して越冬明けを行ってからすでに4週間ほどが経ったところです。この日の天気は晴れでした。最寄りのアメダス観測所のデータによりますと、朝6時の気温は3度でしたが、午後2時には9度にまで上がりました。ただ、養蜂場近くの日陰に設置してある温度計によりますと、昼過ぎには温度は13度にまで上がっていました。13度では蜂が活動する温度としてはまだまだ低いと思うのですけれども、これは12時15分の映像ですが、蜂が巣門を盛んに出入りしている様子が伺えます。出入りする蜂の中には、後ろ足の花粉かごに白い花粉団子をつけている蜂もいます。つまり、すでに花を訪れて餌集めを行っている蜂がいるわけです。ただ、蜂が花を訪れると言っても、この映像は高度100メートルからドローンを使って養蜂場の北の山々を撮影しているところなんですけれども、こうして高いところから見渡してみる限りでは、冬枯れの草木に蜜源となりそうなものを見つけることはなかなか困難です。ただ、空からではなくて、地面を2本の足を使って歩き回りながら探してみますと、北国のこの地方でもそこここに蜜や花粉を出しているとおぼしき植物を見つけることができます。その中でも特にと言いますか、相対的に目につきますのは今映っていますこのフキノトウです。先ほどの映像に映っていた蜂の足についていた白い花粉団子はどうやらフキノトウの花粉に由来しているようです。なお、フキノトウには、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、花の先がすぼんだ感じになっている雌株と、反対に花の先が開いた感じになっている雄株とがあります。花粉を出すのはもちろん雄株の方です。そしてフキノトウの花粉には白色のものと黄色のものとがあるようなんですけれども、この地方のこの時期のフキノトウの花粉は、どうやらおしなべて白色のもののようなのです。なお、この時期の黄色い花粉といいますと、フクジュソウとエゾカワヤナギのものがあります。ただ、フクジュソウは数が少ない上に蜜を出さないので、蜂にとっては、どうやら餌としての魅力に乏しいようです。で、また、エゾカワヤナギは最盛期になると重要な蜜源植物になるようですが、今現在はまだ花が一部に咲き始めたばかりで、蜂に餌を提供するには至っていないようです。ということで、気温が低いので内見を行うと蜂に対して低温が何か悪い影響を及ぼすのではないかと心配です。しかし自然界には蜜源になるような植物があまりありませんし、低温のために蜂があまり活発に蜜集めを行っていないのではないかと懸念されます。そこであまり気乗りがしませんけれども、巣の中の餌の状態を確認して必要ならば給餌を行うために内見を行うことにします。ここで餌として与えているものは蜂蜜と酒粕とビール酵母とを混ぜ合わせたものです。この混合物をプラスチック製の容器の中に入れて逆さまの状態にして巣箱の上に置いています。女王蜂がいました。背中に赤くマーキングしてあるのが女王蜂です。そして嬉しいことに女王蜂が産卵していることを今年初めて確認することができました。
巣房に蓋がついている有害胞子がいます。そして、巣房に蓋がついていない無害胞子もいます。なお、私先ほど蜂に与える餌の中には酒粕が含まれていると申し上げました。酒粕の中にはもちろん 8% から 9% のアルコールが含まれています。どうやらミツバチはアルコールが好きな生き物のようでして、アルコールを与えると動きが活発になって連中が上機嫌になっていることが分かります。でなおこの日は餌があまり減っていないので、追加の餌を与えないでそのまま巣箱の蓋を閉じることにしました。追加の餌を与えなかったのには、これから暖かくなり川柳の花が満開となって、蜂がそこから自分たちで盛んに餌を集めてくるようになるであろうという期待もあります。この日はここまでは割と順調で良かったのですけれども、問題はここからです。でこの映像は先ほどの内見が終わってから1時間ほど経った時点の巣門付近の様子を映したものです。時刻は13時30分頃になりました。一日の中で一番暖かい頃合いなので、本来であるならば蜂の出入りが活発になってもらいたいところなんですけれども、ご覧のように実際には蜂の出入りがほとんどありません。巣門付近が閑散としています。1時間前にはそこそこにぎわっていたのとは非常に対照的になっています。以前の動画の中でも申し上げましたように、この養蜂場は昨年の夏から秋にかけて非常に深刻なダニの被害に見舞われました。その結果、蜂群の数が激減し、結局最小の群数で越冬に臨むことを余儀なくされてしまいました。越冬はなんとか成功したのですけれども、その越冬の過程で蜂の個体数が大きく減ってしまったわけです。その少ない蜂の数で先ほど見ましたように今や育児に取り組み始めているところです。でなお育児を行うためには巣の中の育児が行われている付近の温度を約35度の適温に保つ必要があります。この育児適温は寒い日には呼吸したり身を震わせることによって発熱する蜂たちが身を寄せ合って作り出されているもののようです。そして蜂の個体数が多ければ巣の中の温度を保つ蜂と外に餌を集めに出かける蜂との間の分業が常に可能なのでしょうが、反対に蜂の個体数が少なくなると時に分業が困難になる場合があるのでしょう。先ほど私たちは内見を行って巣の中の温度を下げてしまったので、今や蜂が総出で巣の中の温度を上げることに取り組まなければならなくなってしまったのではないかと思われます。その結果として巣の外に出ていくことができる蜂がほとんどいないという状態になってしまったのではないかと思われます。なおミツバチヘギイタダニは蜂の幼虫やさなぎが入っている巣房の中で繁殖します。ですから蜂が育児を行っているとダニは繁殖し続けます。ところが私たちにとって幸いなことに、この地方では冬の間3ヶ月程度は女王蜂の産卵がストップします。ですからその間はダニの繁殖も止まります。問題は成虫に取り付いて蜂と共に越冬したダニですけれども、これをやっつけるため春の蜂が育児を始める前にダニ駆除剤であるアピスタンを巣箱の中に入れました。つまり寒地越冬と、
それから春先のダニ駆除剤の投入によって、蜂がマイトフリーの状態になっていればいいなと思っているところです。これが淡い期待であったのか、それとも客観的な予測であったのかはこれから分かることです。今映っているのは先ほどから30分ほど経ったところですけれども、ようやくスモン付近のにぎわいが戻ってきているところです。はい、今回は春先の寒い日に個体数の少ない群の内見を行った話をいたしました。教訓は蜂の育児の邪魔になるので、こういう時の内見は必要最低限にとどめておいた方が良いということでした。私たちの経験が何かのお役に立てば幸いです。今回はここで失礼させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。でなお登録高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。